どうもこんにちは、川口健です。今日はナンバーズコレクション制作やっていきます。ナンバー、23制作していきます。ニューアンティーク。これはナンバー22エイジドヴィンテージ用の革ですね。これをエプロン代わりに敷いてやっていきます。まずは革の様子、こんな感じですね。ほんとね、ツヤがめちゃくちゃ出てるんですよ。最後に最初と比べますけど、色もすごく深くなってるし、ツヤもすごく出てますね。前回の動画で釣り込みやって、あえてちょっとね、こうスレや傷をつけたんですけど、でももうね、傷も馴染んでます。こんな感じですね。そして今回作っていく靴。こちら前回釣り込みやったんですけど、その後ちょっと進めまして、今出し縫いまで終わってます。制作工程としては基本的なハンドソンの製法ですね。特に、作り方に気をてらったような変わったことをやってる部分っていうのはありません。なので出し縫いまで終えたところで、ソールついてますね。これのコバから積み上げまでやっていきます。この靴、ベベルドウエストなんですけど、内側のみインサイドベベルってやつですね。内側のみベベルドウエストにして、外側はこんな風に角コバ出し縫い見えてますね。内側のみウエストを絞り込みます。ドブを伏せます。内側のベベルドウエストですね。ソールの端をアッパー側にこうグイグイ押し付けていきます。そしたら次はコバをヤスリで削っていきます。ウィールで出し縫いの後、よりくっきりギザを立てていきます。今回出し縫いはこれウィール9番ですね。9番っていうとドレッシーな靴でいうと結構粗めな方になるんですけど、あんまり細かくしすぎないことによって今回の靴なんていうかこう自分の中の出来上がりのイメージに近づきますね。紙やすりでやすっていきます。この靴ニューアンティークなので、これ出来上がった後にエイジング加工をします。でエイジング加工をどこまでやるかっていうのは、正直まだ考え中というかやりながらかなと思ってるんですけど、アッパーだけじゃなくてソールもやっぱり多少エイジングする必要はあると思うんですね。ソールをこう屈曲させてシワをつけるとかはやらないですし、ソールを直接削るみたいなことをやるつもりないんですけど、やっぱりコバの色とか質感、そしてコバのこのダメージ具合、この風合いがこうなんていうか角が取れていったというかこなれていった感じも靴に与える雰囲気ってすごく大きいと思っているので、
コバにも何らかエイジング加工をねしたいと思ってます。コバも少しこう角を丸めたり削ったりとかっていう多少すると思うんですけど、それをやる前段階として前提としてはいつものようにきっちりと決まった美しいコバを作っておかなくては、そのエイジング自体というのはね生きてこないですので、しっかり仕上げていきます。そしてきっちり決めていくためにコテ当てですね。コテをしっかり当ててコバの角を出します。この角っていうのは歩いていくとやっぱり削れるというか、ちょこちょこいろんなところに当てるんで丸まってくるんですね。その辺も表現していきたいですが、まずはしっかり角を立てます。積み上げを積んでいきます。これで今積み上げまで終わったところですね。こんな感じになってます。トップリフトはこれ釘は打ってないんですけど、この裏に隠し釘打って留めてあります。でこれ色が違うんですけど、これはこっち側はちょっと銀面をやすってあります。こっちまだやってないのでその状態ですね。これ銀面が残ってます。後で同じように削ります。そしたらソールの仕上げまで一気に進めていきたいと思います。コバに色を入れていきます。茶色ですね。でちょっと染料はこっちのエイジング中の皮に飛ぶと嫌なので、なんていうか普通の靴を履いてる間のスレとは全く違うものになってしまうので、エプロンにはせずいきます。染料でコバ塗ったんですけど、今回、雰囲気的にこれ下塗りです。もうちょっとソリッドなベタっとした感じのインクを塗ります。これソウルステインです。イギリスから仕入れました。黄色い液体なんですけど、これをねソウル面に塗っていきます。黄色くはないです。黄色くはないというか、わずかに黄色いんですけど、ソウル面に薄く塗ると皮の表面のケワケワを締めてきれいにツヤが出てきます。今回のこのナンバー23はソール仕上げはナチュラルですね。実際ソールっていうのはこれ綺麗に仕上げますけど、これ履いたら削れてしまうわけで、今回このナンバー23ニューアンティークはエイジングした様子というのを表現したいので、このソールに関してどういうふうにやるかっていうのはまだ決めてないです。ソールのエイジングだからといってソールをね削って
まさに履いた風にするっていうのはそれもそれでなんか面白くないというか違う気がするので、何か別な方法でやるか、もしくはソールの面はねやらずにするか検討中です。こんな感じで光沢出ました。そしたらコバ仕上げていきます。ちなみに今回これめっちゃ細かいんですけど、コバのこの形状シングルリップっていうのでやってます。シングルリップっていうのはこのウィールで当てたこのギザギザの先、この一番端っこのとこですね。このギザギザの先に三角がたくさん並んでるのが分かりますかね。このギザギザの断面が斜めに三角が並ぶんですね。ここです。キラキラ光ってます。ここを今回はこの垂直面からいきなりこの三角面が始まってるんですよ。これシングルリップと言われる固定の形状を使うとできるんですけど、ダブルリップっていうのはこの垂直面から1本水平面が出るんですね。細い水平面が出て、その上にこの三角面ができるということで、僕の認識としては、イメージですが、ダブルリップの方がドレッシーな感じでパキッとフォーマルに決まるような印象があります。シングルリップのコテを使ってもそのダブルリップっぽくでもできるんですけど、シングルリップのこのいきなり三角面が始まるっていうこういう形状にすると、僕の中ではなんとなくなんていうかな、そのドレッシーの反対、少しカジュアルっぽいというか、なんか決まりすぎないというか、そんな印象が僕の中ではあるんですね。でこの靴はそういうイメージで作ってるので、シングルリップあえて使ってます。こんな感じでソール仕上げ終わりました。最後に皮を取っておきたいと思います。かなり皮が薄くて汚れやすいのでカバーをつけてね製作してました。このカバー薄いのでカッターで表面だけ薄くなぞっていくと切れます。ということで、この状態一旦完成しました。白いですね。これもこれですごくかっこいいですよね。こういうナチュラルなこのドレッシーな靴って独特の魅力がある気がします。これはこれですごくかっこいいんですが、これはねここからエイジング加工をしていくためにここまで作ってきましたので、次回エイジング加工の様子とかね、どうやってやっていくかお見せしたいと思います。ということで今回はたくさん内容を詰め込みましたが、出し縫い終わりの小刃仕上げ、そして積み上げ、ソール仕上げというところまでいきました。それではまた。